こんにちは、はしかんです。この動画では2024年7月31日にクラウドファンディング幕開けでプロジェクト開始となりましたコポ無重力モニターアームプロをご紹介します。コポ無重力モニターアームプロはモニター純正の台座を使うことなくモニターをデスクに固定し自分好みの位置にモニターや PC、タブレットを配置できるアイテムです。モニターの台座がデスク面積を占有することがないためデスク上を広く使うこともできるようになります。モニターアームといえばエルゴトロンが有名ですが、今回新しくコポというメーカーがモニターアームカテゴリーに参入しました。コポを初めて聞く方もいらっしゃると思いますが、コポはオフィスチェアや電動昇降デスクで有名なメーカーです。僕が使っているこの椅子もコポの椅子でコポチェアプレミアムという高性能オフィスチェアになります。このコポチェアプレミアムはとても人気の商品で、発売当初は入手困難な状態がしばらく続くほどでした。そんなコポがモニターアームをリリースするということでしばらく使わせてもらいました。この動画では製品の概要や取り付け、調整方法、しばらく使ってみた感想をお届けします。まず製品の概要をご紹介します。製品名はコポ無重力モニターアームプロとなります。アームがシングルのものとデュアルのもの2つのタイプがあります。色はそれぞれブラックとホワイトがありますので合計4種類のバリエーションとなります。この動画でご紹介するのはデュアルタイプのブラックのタイプのものになります。内容物はこのようになっています。部品は大きく3つの部位に分かれています。台座、アーム、モニター取り付け部分の3つです。台座はとてもシンプルな構造です。対応している天板の厚みは 10mm から 50mm となります。これとは別に天板に穴を開けて取り付けるためのパーツも付属しており、これを使えば最大で 55mm までの天板の厚みに対応します。天板と触れる部分は全面がゴムで覆われているため、直接天板に金属部分が当たることはありません。デスクに台座を固定する際、エルゴトロンなどの台座は下から手で締める構造になっていますが、このコポの台座は上から六角レンチで締める構造になっています。そのため取り付けの際は工具が必要なんですが、製品に付属していますし、何より下に出っ張らないというメリットがあります。これの何が良いかというと、配線処理用の配線トレイに干渉しないんですよね。最近は配線をまとめるための配線トレイが多くのメーカーからリリースされていますが、それらと干渉する心配は全くありません。続いてアームです。対応しているモニターの大きさは17インチから40インチまでとなります。そして 2.5kg から 14kg までの重さに対応します。アームは下側と上側のアーム2つに分かれていて、下側のアームは高さ固定となります。上側のアームだけ高さが上下するようになっています。多くのモニターアームがこのような構造になっていますが、ここはコポも同じです。アームの下側に配線を収納できる専用のスペースとカバーが付属しているため、簡単に配線処理が可能です。モニター取り付け部分はアームと分離します。先にモニターにアタッチメントを取り付けて、最後にアーム側に固定する構造になっています。アタッチメントはベサマウントの 75mm と 100mm の両方の規格に対応しています。360度自由に回転するので取り付けの自由度は高いです。では取り付け方法をご説明します。まずデスクの天板に台座を固定します。天板を挟んで固定するため、付属の六角レンチで緩めて天板が入るサイズまで広げます。天板に挟んでしっかり締めたら、アームの取り付け部分に上からアームの回転制御用のパーツを入れます。このパーツの上下の向きで180度でアームを回らなくしたり、360度フリーに回転するように制御ができます。180度で制限をかけると、下側のアームの可動域がデスクの内側のみに制限され、デスクの外に出なくなります。設置面積に限りがある場合や軽いデスクを使っている場合にデスクの重心を保ちたい時に役立ちます。台座が設置できたらアームを取り付けます。上から接続してネジを軽く締めることで脱落を防止します。上側のアームも同様に取り付けます。続いてモニターにアタッチメントを取り付けます。ベサマウントの規格に対応しているモニターであれば取り付け可能です。付属のネジまたはモニターに付属しているネジでアタッチメントを固定します。上下の方向だけ注意して取り付けましょう。あとはモニターアームに上から差し込んでストッパーをロックして取り付け完了です。
初期の状態だと急にモニターが下を向いたりして危険なので、取り付け後は速やかに調整を行います。オプションでノート PC スタンドも販売されていますが、こちらも取り付け方法は同じです。続いて調整方法です。取り付けと同時にアームの調整もすぐに行いましょう。調整をしっかりやることで商品名にもある無重力感を味わうことができるくらい軽い動作が可能となります。調整箇所は4箇所あります。まず最初に調整すべき箇所はモニターの上下方向の硬さです。これが緩いとモニターの重みでモニターが下を向いてしまいます。付属の六角レンチで硬さを調整します。時計回りに締めると硬くなります。続いてモニターの横方向の硬さです。これも六角レンチで調整します。ちょうど良い硬さにすることでスムーズに調整できるようになります。そして最も大事なのがアームの高さ調整です。アームがモニターを持ち上げる強さとモニターの重さとのバランスを取ることでモニターの高さ調整が楽にできるようになります。これは手でダイヤルを回すことで簡単に調整できるようになっています。アームの端にダイヤルがあり、回すことで上下のバネの強さが変わります。他社のモニターアームだとこの調整には工具が必要なものがほとんどですが、工具いらずで簡単に調整できるのがこのモニターアームの特徴の一つでもあります。時計回りに回すと持ち上げる力が弱くなるため、軽いモニターで上に上がってしまうときは時計回りに回します。逆に重たいモニターの場合はこのダイヤルを時計回りとは反対側に回して持ち上げる力を強くします。バランスが取れるまでしっかり調整することで軽い力でモニターを上下させることができるようになります。あとはモニターの回転方向の硬さ調整です。これはモニターに取り付けるアタッチメントの根元部分にある4本のネジをドライバーを使って調整します。仕組みはとても単純なので構造を見たらすぐに理解できると思います。今までね、調整の説明をしてきましたが、この調整が本当に大事なので、ここはしっかり調整をしましょう。ここの良し悪しによってモニターが軽く動かせるかどうかが決まってきます。続いてしばらく使ってみた感想をお伝えします。まず1つ目がモニターアームとして必要十分な性能を持っているということです。しっかりとモニターアームの役割を果たしてくれていますし、オプションの PC スタンドもスムーズに動きます。高さ調整が楽にできるのも良かったポイントです。手でダイヤルを回すだけで持ち上げる力を簡単に調整できるので、バランスを取るのがとても簡単でした。バランスを取ることで高さ調整が少ない力でできるようになるので、ここをやりやすくしてくれているのは高評価ポイントです。続いてシンプルかつミニマルなデザインということです。見た目がとてもシンプルでゴツゴツした感じが全くありません。全体的に丸みを帯びたデザインなので、特にホワイト系の可愛いデスクを目指している方にも向いているなというふうに感じました。僕は今回ウォルナットとブラックを基調としたデスクに合わせてみましたが、これもね、違和感なく調和していますよね。また完全に左右対称のシンメトリーなデザインなところも魅力の一つです。続いてモニターの高さがちょっと高めだなというふうに感じました。対応しているモニターの大きさですが、17インチから40インチまで対応しています。そのため他のモニターアームと比較すると若干位置が高く感じます。特にオプションの PC スタンドを取り付けた場合に少し位置が高いなと感じることがあります。32インチのモニターと組み合わせた状態で一番低い位置にしてこれくらいの高さです。他社のモニターアームが大きくても34インチのモニターまでしか対応していないものが多い中、40インチのモニターまで対応しているため、その分位置が高めになっているんですよね。ここは検討の際の注意ポイントかなというふうに感じました。以上となります。いかがだったでしょうか。今回はコフォ無重力モニターアームプロをご紹介しました。オフィスチェアや電動昇降デスクで有名なコフォがリリースしたモニターアームで、デザインの良さやモニターを軽い力で動かせることが特徴です。34インチ以上、40インチ以下の大型モニターを使っている方や、シンプルなデザインのモニターアームを探している方に特におすすめのアイテムです。シングル、デュアルの2種類があり、色もホワイトとブラックの2色展開なので、用途やインテリアに応じて選べるのも嬉しいポイントです。購入は最初はクラウドファンディング幕開けで支援購入可能で、プロジェクトが成功すればしかるべきタイミングで公式サイトでも発売開始されると思います。この製品が向いている方はこんな方です。32インチから40インチまでの大型モニターを使っている方、デスク下にスペースがあまりない方、
軽い力でモニターを自由に動かしたい方、ゴツゴツしていないシンプルなデザインが好みの方、以上のような方におすすめです。この動画が少しでもご検討の際のお役に立てれば幸いです。以上となります。このチャンネルではガジェットを中心に生活を豊かにしてくれるアイテムについて定期的に情報発信していきますので、もしよろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。